本日はこちらワイルドスピードジェットブレイクを見てきます。もう公開からだいぶ経っちゃったんで、もう見れないかもって少し諦めかけてたんですけど、ちょうどいい時間のがあったので、早速今日行ってこようと思います。それでは。Tired. Climb that hill again.
おはようございます。みやまです。今日はこれから iPad mini の受け取りに行くんですが、その受け取りにこちらのガストンルーガさんからいただいたバックパックを使っていきたいと思います。で、ガストンルーガさんのバッグって割とシックな雰囲気にも合うようなバックパックっていうのが多いんですけど、大容量なのに本当にかっこよく作ってあって、例えばスプラッシュ13と同じように、ここの調整ベルトのところに留め具がついてるので、ここがこうプラプラしないので、カジュアル感っていうのがかなり抑えられるようなデザイン構造になってたりするんですよね。で、あとは細かいところなんですけど、こういった調整金具だったりとか、ここのフロント部分の留め具なんかも実はアルミ系の素材でできてるんですよ。なので結構硬くて高級感があるようなデザインになってるので、普段スーツとかでバックパック背負いたいという方にも非常におすすめのものになってますね。で、メインのここのバックパックの中については、このちょっと大きめのポケットしかないので、もしパソコンをバックパックの中に入れる場合は、必ずパソコンケースに入れてからここの中に入れる必要があるので、その点だけちょっとご注意いただければなと思います。ここのフロントのファスナー2つがここの中身のメインのところに通じるようなファスナーになってます。なのでここの中身のメインに関しては、右掛け派の人もあとこっちの左掛け派の人もどっちからもここの中身のところにアクセスできるようになってるので、これ結構便利なんじゃないかなと思いますね。だいたい今までのバックパックって片方にしかここの中身にアクセスできるファスナーがなくて、結局バックパックを下ろしてここ開いてあげるみたいなことが多かったと思うので、個人的にはここの右からも左からも両方ともこのメインの中身にアクセスできるっていう点が非常に気に入ってます。で、ここの上の蓋の部分なんですけど、ここにもしっかりファスナーがついていて、しかもですね、ここのファスナーがちゃんと止水ファスナーになってるんですよ。これが本当にお気に入りポイントで、今日の iPad mini 受け取ってこの中に入れたらもう防水性は完璧な状態で家まで持って帰れるっていうことで、今回この子を出動させようと思ってます。じゃーん。ただいま受け取りから戻ってきました。早速開けてみようと思います。傷つけるとあれなので手を洗うついでに指輪は取ってきました。いや、すごかったですよ。このルーレンのカバンなんですけど、iPad mini がこのアップルの袋ごと丸ごと入ったので本当に助かりました。これ持ってってよかったです。今回 Apple Store で受け取ってきた iPad mini に加えて、じゃん、こちらの iPhone 13 Pro も無事届いていたので、ちょっと両方とも開封していこうかなと思います。じゃじゃーん。iPad mini 第6世代と iPhone 13 Pro ですね。やっぱり並ぶと結構壮観ですよね。まずは iPhone 13 Pro の方から開封していきます。じゃん。早速開けていきたいと思います。では、オープン。よいしょ。おー！カメラでかっ！いや、すごいですね。先行レビューとか、あと、
写真とかサイトで見て分かってたんですけど、めちゃくちゃカメラ大きいです。で、今回私はグラファイトという色味を購入しました。黒っぽい色ですね。ちなみに同梱物はこんな感じですね。今回のから充電器のアダプターの部分は入っていません。USB-C からライトニングにつなぐケーブルですね。今回 iPad mini がとうとうライトニングではなく USB-C になったので、本当にこのライトニングケーブルを使うのは iPhone だけになりました。で、ここの上はいつも通り説明書とか SIM ピン、あとステッカーですね。あ、すごい。ここのステッカーの台紙もちょっと紙っぽい素材感になってます。ペリペリはこっちの表側からみたいですね。では、いざペリペリいこうと思います。ペリ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 。おー、めちゃくちゃかっこいいですね。ちょっと想像以上にかっこよくて震えてます。右サイドが電源ボタンの裏側にカメラがあって、わあ、すごい。グラファイトめちゃくちゃ渋い色味してますね。青みがかっても見えるんですけど、黄色みがかっても見えて、なんかすっごく不思議な色合いだなっていう感じです。ディスプレイから見て左側のサイド、ここが引き続きマナーモードのタブになっていて、で、音量ボタン上下っていう感じみたいですね。で、下側にはライトニング用のポートと、あとはマイクとスピーカーですかね、がついてるような形になってます。で、おそらく多くのガジェット系 YouTuber の方が12 Pro と比べてどうかっていうのをお見せしてると思うんですけど、私12買ってなくて持ってるのが、じゃん、こちらの11 Pro なので、ちょっとこれと比較していこうかなと思います。まず分かりやすいのはもうカメラの大きさちょっと違いすぎてビビりますね。一回りぐらい大きさに差がありますね。結構大きいです。そりゃカメラ性能上がってるよなっていう感じはしますね。で、私が持っているこの11 Pro はスペースグレーの色味なんですが、こうやって並べてみると結構グラファイトと似ていますね。スペースグレーの方がよりちょっと黒っぽさが増しているかなっていうような感じがしています。重ねるとこんな感じですね。大きさは13 Pro の方が本当に少しだけ大きいかなっていうような感じですね。上から見た時の大きさも気持ち13 Pro の方が大きいかなっていう感じですね。で、カメラの出っ張り具合が全然違います。13 Pro の方が本当に出っ張ってる感じがありますね。ここのディスプレイ自体がどれぐらいちょっと大きさが違うのか確かめるために電源入れちゃいたいと思います。あ、すごい。そっか。かわいい。ちょっと柔らかい文字で出てきますね。ニーハオ。で、画面の大きさ比較なんですが、わかりますかね？やっぱ13 Pro の方が大きく見えますね。おそらく位置を変えたとしても、13 Pro の方がちょっと大きく見えるかなっていうような印象ですね。で、一番違うのは、やっぱここのノッチの部分ですかね。20% ぐらい12に比べてちっちゃくなったらしいんですけど、11 Pro と比べても、やっぱりノッチの横幅が小さくなってますね。こっちバックアップ取れてないものがいくつかあるので、こっちのバックアップを取りつつ、早速これ設定していこうかなと思います。で、こっちのバックアップ取ってる間に、ちょっと iPad mini 開封しますね。じゃーん。こちら iPad mini 第6世代開けていきたいと思います。いやー、めちゃくちゃかっこいいです。ミニ。それではいざオープン。よいしょよいしょ。はい、それでは早速開けていきたいと思います。やばい、これ大きさめちゃくちゃいい。もうこれ開ける前なんですけど、すごい軽いです。びっくり。もっと重いと思ってた。ペリ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 っと。あ、すごい軽いペリペリ感。で、今回私が買った色味はスペースグレーですね。なので割と皆さん馴染みのあるよく見る色なんじゃないかなと思います。こんな感じでベゼルがかなり細くなっているのがわかるかなと思います。で、左側のサイドは本当に何もないですね。まっさら。右側のここには Apple Pencil がくっつく用のマグネットの部分がくっついてますね。で、Apple Pencil 第2世代持ってるんでちょっとつけてみるんですが、おー！すごいくっつく！あ、ペンシルとほぼほぼ縦幅のサイズが同じくらいですね。で、裏面はカメラが1つと、あと今回フラッシュがついたみたいですね。側面上部にはタッチ ID 付きの電源ボタンと、あとは音量の調整ボタンが2つついているような形になりますね。で、今回の iPad mini からここにスピーカーが
左右どちらともついてるような形になってるので、ステレオで音楽とかあと動画とかが楽しめるみたいな感じらしいです。で、スペースグレーの電源ボタンは黒色になってますね。結構かっこいい、ちょっとツヤ感がある黒色な感じです。早速電源を入れてみたいと思います。来た。いや、めちゃくちゃ可愛いですね。このサイズ感。私実は iPad mini 初めて触るんですけど、めっちゃサイズ感いいです。完璧ですね。これは読書にも動画鑑賞にもめちゃくちゃ活躍してくれそうな気配がもうすでにプンプンしてます。で、思ったより軽いんですよね。これだったら本当に手で持ちながらずっと漫画読んだり、あと動画見たりっていうのがめちゃくちゃ楽にできるようになりそうですね。ガラスフィルムはこちらのニマソというブランドのガラスフィルムを購入しました。多分これ Amazon だと結構有名で使ってる方も多いんじゃないかなと思います。同梱されてたのは取扱説明書と、あとクリーナー系とほこり取りのシール。これがなんだかんだ一番便利なんですよね。で、あとは気泡を追い出すためのヘラですね。旧 iPad から無事転送が完了したっぽいです。お、私のよく知る背景になってますね。わー、すごい。タッチ ID 無事開きました。アプリの感じもちゃんとこっちの11インチの iPad Pro と同じものが配置されてますね。ありがたい。こちら側が iPad Pro の11インチで、こちらが iPad mini の第6世代ですね。で、私は11インチの iPad Pro の方にはペーパーライクフィルムを使っているので、ちょっと白けて見えるかなと思います。で、対してこちらはガラスフィルムなので、非常に色彩豊かに見えるかなと思いますね。半分とまではいかないんですけど、結構ちっちゃいの分かりますかね。個人的な所感としては、漫画を見開きで読むなら11インチ、漫画を縦向きにして1ページ1ページ読むんだったらもう圧倒的にこの iPad mini っていうような感じですね。もうとにかく軽いです。これが一般的な青年誌のちょっと大きめサイズの漫画の大きさなんですが、どうですかね、青年誌サイズの漫画であれば縦向きの感じで読むのが読みやすいかなっていうような印象ですね。横向き見開きの感じで漫画読むってなると、これが一般的な青年誌の漫画の大きさのサイズなのでちょっと小さくなっちゃうかなっていうような感じですね。で、一般的な少年漫画少女漫画のサイズと比べるとこんな感じです。だいたい少年漫画と同じぐらいのサイズ感ですかね。かなりサイズ感似てるかなと思うので、ジャンプとかマガジンとか、あとはリボンコミックスとか、あのあたりのちょっと小さめサイズの漫画読むのであれば、それでも私は縦向きの方が読みやすくていいんじゃないかなと思います。見開きサイズだとこれぐらい大きさに差が出るような感じですね。iPhone に関しても引き続きこのニマソのガラスフィルムつけるのと、あとケースはこちら今使っている11 Pro 用のケースとお揃いのシュピゲンのケースですね。こちらをつけていこうと思います。じゃーん、シュピゲンのケース装着完了しました。めちゃくちゃいい感じです。で、カメラの出っ張りについてもここの TPU 素材の部分がボコッと出ているので、しっかり守ってくれているっぽいような感じになってます。
旧 iPhone の方に結構データパンパンに入れてたので、もう30分ぐらい経つんですけど、まだ終わらないですね。一旦ちょっとシャワー浴びて部屋着に着替えて、ちょっとその間に移行が済むのを待とうと思います。どうやら転送が無事完了したようです。シネマティックモードに今してみてます。わー、すごい。わー、ピントめちゃくちゃスムーズに映りますね。もう夕方でだいぶ暗いんですけど、話題の拙者モードどこまで寄れるかやってみようと思います。もうすでにこれかなりここ距離近いんですけど、めちゃくちゃ綺麗にピント合ってますね。この辺はどうだ？この辺でも全然ピント合ってる。いただきます。